心臓や膝を新品に生やし直せるとしたら、あなたは何歳まで生きたいですか？今日は自分の体を再生させて10代のようにリセットするちょっと禁断の技術に迫っていきます。まるで SF 映画のように膝や脳や肌が新品になる注射やお薬がもうすぐ皆さんの手元に届くかもしれません。夢のある未来を今日は一緒に楽しく見ていきましょう。現実か妄想かありえない未来を科学で実現可能な話として解説するチャンネル。こんにちは、生き残りタイマンです。こんにちは、疑い担当疑いまなこです。また生き残りタイマンの150歳まで生きるっていう夢のようなお話が始まりましたね。まあ不老不死は夢のある話ですよね。おじさん背にしがみつき倒しますからね。でもこれは現実逃避じゃなくて生存戦略なんですよ。2026年4月現在、医療はついに修理から再生へと次元が変わったんです。自分の体が体内で予備のパーツを勝手に生やしてくれる技術で、膝が痛くなったら注射1本で新品の軟骨が生えてくる。心臓も脳も肌も全部リセットできます。10代の元気な体で150歳まで遊び尽くせる、そんな夢の時代がもうすぐ来るんです。再生ってトカゲの尻尾みたいに都合よく人間の体が生えてきたら苦労しませんよね。注射したらポンって膝が生えてくるんですか？リアルピッコロじゃないですか。なんかワクワクしちゃいますね。ピッコロにはかないませんが、トカゲの尻尾よりすごいんですよ。米政府や最新 AI が本気でありえないを現実にしてるんです。今日はしっかり証明します。それでは早速ニュースへ行きましょう。皆さんにも分かりやすいように一つずつ夢の技術を分解して説明しますよ。米政府アルパ H ニトロプロジェクト。さあ、まずは膝のお話からです。まなこさん、膝が痛くて歩けなくなったお年寄りを見るとどう思われますか？お気の毒だとは思いますけど、老人だから仕方ないし人工関節にするしかないというのが普通ですかね。その普通を米政府がぶっ壊してきたんですよ。アメリカ政府の医療版ダーパとも言われる超先進的な研究機関アルパ H が2026年4月にニトロプロジェクトに巨額の予算を投入しました。このニトロは自分の膝を体内で新しく生やせる夢の技術なんです。金属の人工関節でもなく、注射だけで本物の軟骨が生えてくるんですよ。動物実験ではすり減った膝が数週間でツルツルに戻り始めたんですから、期待値がすごいんです。米政府はどんどんぶっ壊していきますね。動物だけじゃなくて人間にも本当に効くんですか？注射1本で膝が生えてくるなんてちょっと怖さもあるんですけど。怖い気持ちめっちゃわかりますよ。いきなり自分の体で膝が生えるって聞くと SF みたいで不安になりますよね。でも大丈夫。ニトロはただの夢物語じゃなくて、すでに動物実験でかなり現実味が出てきています。すり減った軟骨が自分の体内で本物の軟骨として数週間で再生し始めたんです。人間への適応も着々と準備が進んでいて、2026年現在は安全性試験の最終段階に入っています。順調にいけば来年から再来年、2027年から2028年頃には人での臨床試験が始まる予定なんですよ。米政府がここまで本気で予算をぶっ込んでいるのは、将来的に人工関節の手術を減らして医療費を劇的に抑えたいから。想像してみてください。痛みで歩くのも辛かったお年寄りが注射1本でまた元気にダンスしたりサッカーしたりできる世界。2030年頃にはそんな10代のような膝が普通になるかもしれないんです。怖さもあるけど希望の方がずっと大きいと思いませんか？義足とか金属を入れるのではなく、注射だけで自分の膝が生えてくるってことですか？種まいたら勝手に育つんですか？それとも魔法の肥料ですか？イメージはそんな感じです。正確には足場を注入するんです。特殊なナノ材料とタンパク質を注射して細胞の自己修復スイッチを強制的にオンにする。アルパ H の研究チームが AI と協力してこのスイッチをピンポイントで押す方法を見つけたんです。自分の体が修理工場にもなるイメージです。皆さん想像したらワクワクしませんか？部活で膝を壊した子も立ち仕事で疲れた美容師さんも注射1本で救われるチート技術なんですよ。スイッチの押し間違いはないのですか？膝から芽が生えてきたりするホラー展開になりませんか？怖っ。大丈夫。アルパ H はそんなリスクをしっかりコントロールしてます。2027年までに人での臨床試験を成功させて、2030年には10代の膝で元気に動ける時代を目指しているんです。医療費を減らすためにも米政府が本気で若返りをしてるんですよ。高齢化筆頭日本も本気を出してほしいものです。2027年って来年じゃないですか。臨床試験ですよ。そのスピード感、米政府も不老不死に焦ってるのかしら。夢のあるお話だけどちょっと怖いですね。焦ってるんですよ。病気を治すより若返らせる方が医療費を劇的に減らせるから。2040年には関節だけじゃなく心臓や肝臓も予備のパーツを体内で生やせる準備も整うでしょう。想像してください。痛みや制限から完全に解放されて150歳までアクティブに遊べる人生。まなこさんも2030年には新品の膝で一緒に 100m 走10秒台狙いましょうか。膝だけ新品でも息が切れて倒れちゃいますよ。
次は心肺と脳のお話をお願いしますね、生き残りタイマン。でもちょっとだけワクワクしてきました。バイオエイジの脳掃除薬 BGE102。 次は脳のお話です。体が若返っても中身がボケてしまったらそれこそ地獄ですからね。そこで2026年4月、バイオエイジ社というアメリカのバイオ企業が発表した最強の武器が BGE102 です。また難しそうな名前ですね。脳の掃除薬って脳みそを取り出してゴシゴシしちゃうんですか？潰れませんか？本気で言ってないですよね。NLRP3 阻害剤というものです。超わかりやすく言うと、脳の中にたまる老化の炎症ゴミを掃除してくれるお薬なんです。バイオエイジ社が AI を使って開発した夢の脳クリーン技術で、2026年4月の新データでは炎症マーカーが劇的に下がったそうです。フェーズ1試験で安全性が確認されていて、発売準備が進んでるんですよ。炎症のゴミ？脳みその中がゴミ屋敷になってるってことですか？失礼ですね。生き残りタイマンの脳は特にゴミが多いんじゃないんですか？どうした急に落ち着け。実際老化は脳内の慢性的な火事なんですよ。BGE102 はその火事を鎮火させて神経細胞が元気に働けるスペースを作ってくれます。2050年には脳のパフォーマンスを10代のまま100年以上維持できる可能性があって、ボケる恐怖がなくなれば老後の不安が8割切れます。頭がキレキレのまま150歳まで論文を書いたり、記憶力も衰えないのですよ。炎症を抑えるだけで認知機能が戻るんですか？掃除しすぎて大事な思い出まで消えちゃったらどうしますか？ AI が老化プロセスそのものを解析して見つけた技術なので、副作用はほぼゼロに近い完璧なお薬を目指しているんです。マナコさんの大事な思い出は絶対残りますよ。安心してください。消えるのは炎症だけなんです。思い出も残るのは嬉しいです。それじゃあ私は脳みその綺麗なピッコロになります。ターンバイオの若返り mRNA、ERA 技術、そして最後は外見のリセットのお話です。ターンバイオ社というバイオベンチャーが2026年に臨床試験を開始する若返り mRNA です。 mRNA ってワクチンのやつですよね。それを打つとシワが消えるんですか？美容整形とは違うんですか？また夢みたいな話ですね。全然違いますよ。ERA 技術、つまりエピジェネティックリプログラミングというものです。細胞の老化の記憶そのものを書き換えて工場出荷状態に戻すんです。ターンバイオ社が開発した夢の若返り注射で肌がピチピチ、筋肉がムキムキ、内臓も新品にできます。2026年は皮膚から始まりますが、その先には全身リセットが待ってるんです。工場出荷状態って私の性格まで中学生に戻っちゃったらどうしますか？今より生意気になりますよ。再生超えて反抗期いらないですね。でもターンバイオのすごいところは初期化しすぎない絶妙なラインで止める特許技術があるんです。ノーベル賞レベルの山中因子を部分的に使って完全に若返らせる。がんのリスクもコントロールしてるんですよ。がんにならない程度に都合よく若返らせるんですね。そんな甘い話信じられません。副作用で皮膚が鱗になったりしないですよね。生き残りタイマン、注射したらドラゴンにならない保証ありますか？ドラゴンにはなってみたいけど、なれないので大丈夫。AI と協力して安全性を完璧にコントロールしてます。みんなが20代の顔で150歳。地球が手妻になるから宇宙へ行く時代が来るんです。長寿革命と宇宙開拓はセットですよ。みんなが若々しくて健康なら年金問題も介護問題も全部笑い話になりますね。宇宙に行くのは夢があるけど、現実問題宇宙船の燃料代はどうするんですか？面白い着眼点ですね。宇宙の話はとても壮大です。また別の機会にお話しましょう。ターンバイオの技術で全員がそんな未来を手に入れられるのも夢じゃない。現実になりつつあるんですよ。話が壮大すぎて震えますけど、とりあえず2026年の若返り注射の予約、私の分も取っておいてくださいね。生き残りタイマン、今日の話でちょっとだけ長生きしたいって思ってしまいました。お肌が20代のまま150歳まで遊び尽くせるなら悪くないかもです。アルパ H の膝再生、バイオエイジの脳掃除薬、ターンバイオの若返り注射、全部夢の技術ですね。でしょう。ただそのためには今この瞬間の健康を大切に維持して最新技術が完成するまで粘り強く生き残らなければいけません。今日は笑いながら一緒に解説しましたが、これが本物の長寿革命なんですよ。そうですね。とりあえず暴飲暴食は控えて毎日生き残りタイマンの動画をチェックすることにします。皆さんは150歳まで生きられるとしたら、まずどこを若返らせたいですか？膝ですか？脳ですか？それとも肌ですか？ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの生存戦略を全部読ませてもらいますよ。アルパ H、バイオエイジ、ターンバイオの夢の技術で一緒に150歳まで遊び尽くしましょう。
チャンネル登録と高評価も未来の自分への投資だと思ってポチッとしていただけると嬉しいです。絶対に生き残れ。皆さんはどう思いますか？この未来希望だと思いますか？それともまだ現実味がない？コメント欄でぜひ皆さんの考えを教えてください。内容が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。次回も一緒に未来を疑いながら楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。